よろしくよろしくお願いします。どうしましょう。最近ほんとすごい迷子で、何がいいのか自分で髪型が分からなくって、白髪が気になるのと、あと長い長さが多かったんですけど、今まで結構。で、飽きてきちゃうので、ちょっとこうやってしたりとかして、工夫をしたりとかしてるんですけど、いまいちこうまとまりも良くないし、カレーですかね。いえ、そんなことないですよ。まとまりの悪さはちょっと練りでしょうね。何年か前まではストッパーっていうんですか、ストッパーとかで軽く、あんまりそんなにこう癖が強い方ではないので、そんなに必要ないと思う。それだけでって言われて、でこの時期はボサッとならないようにしてたんですけど、でも去年からあんまりそれはかけずに、っていう感じなんですけど、なんかいまいちこうあんまりまとまってないなって切っていただいた後はあれなんですけど、今この間切って4月に切ってもらって、じゃあちょうど3ヶ月弱。はい、そうですね。なのでもう少しこうすっきりとですね。すっきりしたいですね。若返りたい。若返らせましょう。はい。よし。何がいいかな。まあレイヤーの位置はちょっと低いですよね。これもうちょい上げて、でここら辺もいつも巻いたり。切れば巻きたくないです。これはデジパを。デジパかけて。デジパかかってた方がいい。もうでもね、今何でもいい、何にもノープランなんです。ノープラン。はい。ただ気になるのは白髪。もちろんそれは染めましょう。はい。あと重い感じももう少し軽い方がいいかなとか。それぐらい。了解です。似合う髪型にしてください。そこら辺得意です。はい。どうしようかな。まああんまかけちゃった方がいいかな。あんまり巻いたりしないっていうんであれば、あんまが一番楽かなと思います。で持って表面のここら辺のボアつきはストッパーして同時にできちゃうから。あ、そうなんですね。はい。なんでそれを同時にやりつつパーマかけてカットしてで白髪染め。白髪染めも明るめでいいかな。いきましょう。はい。大丈夫ですか。はい。よろしくお願いします。簡単なパターンです。OK。こうボワっとしちゃってる感じですよね。なるほどなるほど。了解です。はい。じゃあお任せされていいですか。お任せで、はい。長さもすべてお任せします。長さもすべて。はい。ラッキー。はい。じゃあ行きましょう。すいません。失礼します。はい。じゃあ後ろ。はい。まあこんな形で表面がボワっとしてますね。ボワっとしててボリュームが出て、でここ多分宿毛矯正履歴、デジパー履歴があるんですけど、トップのレイヤーがかなり下にいて、表面自体はこんぐらい。まあでも下ですね、だいぶ。なんで表面もっと動きをつけつつもデジパーをかけ直して、ちょっと毛先残ってるんだけども、どうしてもこの毛先の部分というかレイヤー切っちゃうとこの表面が全部ストレートになっちゃうんで、表面はストッパーかけつつデジパーの複合技でいこうかなと思います。でもってカラーは根元染めつつしっかり染めつつも同時はちょっとなかなか難しいかなと思うんで、根元カラーデジパーの後に根元カラーしてちょっとトナーで色少し入れないと、そういうインナーカラーの部分がちょっと黄色いのとここら辺がもうちょい色が入ればいいかなと思ってます。もし髪の状態が良ければそのままカラー全体でいっちゃってもいいかなと思うんですけど、今日は時短でできるストデジ、表面ストデジですねとカラーの複合技やっていきましょう。さあじゃあそんな感じでいきましょう。はい。はい、ということで今日は中性領域での還元値強めで高速還元ですね。高速、まあいつものネオメテオの還元よりはかなりスピード感アップしていきたいんで、いつもだったらこの 10.5 のネオメテオクリームにインクライン 10% とかでいくんですけど、デジパーに関してはそれだと還元値がちょっと足りなくなってくるんで、今回基本的な薬、表面のストレートもデジパーもこれでいきます。ネオメテオクリーム 10.5 に対してインクラインが 20% で、それでも足りないと思うんで、アルテマの湯のですね、塩グリセリンを、10% 出します。1対 20% 対 10%。で、こちらで還元値結構強めなんで、高速塗布が必要なのと、還元も結構早いんで、いつものネオメテオストレートの、20分以上置いてくださいっていうよりは、もう本当に10分以内ぐらいで全て完結できればいいかなと思います。で、プラス、こちら今日のモデルさん、インナーカラーがここに両サイドに入ってたんで、ここはもうさすがにブリーチで、ちょっとしかもジリッとしてるんですね。ジリッとしてるところにインナーが入ってるんで、ここだけはちょっと保護しなきゃいけないってことで、ここだけ別の薬です。ネオメトクリーム 7.0 に対して、インクライン 10% ですね。こちら、pH5.5、髪の東電点付近での宿毛矯正ができるっていう形で、だからパーマのかかり自体どうしても弱くなってしまうんですけども、やっぱり少し薄くなってるところ、この毛先が傷んで薄くなってたりもするんで、周りとは結構融和してしっかりと合ってくるんじゃないかなと思います。じゃあそんな感じで、7.0 にインクラインのところはかなり時間かかるんで、先に塗ります。塗ったらもうペーパーで挟んじゃって、で、表面全体の毛先という形で
ていこうかなと思います。はい、行きましょう。はい、じゃあそんな感じで F ですね。はい、じゃあまず 7.0 インクライン 10% のところだけ塗りますね。ここはこう塗って、オイルで包んじゃいます。そんなに難しいことはないですね。ただ塗っていくだけ。まあデジタルパーマなんでね、基本的には還元剤がついていれば、あとはカットとパーマでしっかりとかかってくるんで。まあ他のところと一緒にならないようにっていう形でいきます。で、こうしたら、はい、次ですね。表面、宿毛矯正でちょっとこのボワッとしたのを取りたいんで、表面の毛を塗ります。ハーフウェットで塗って、10.5 のチェンジリンスしたりしてもいいんですけど、やっぱ今日はちょっとこれ時短でいきたいかなと思うんで、まずはそのまま塗っていっちゃいます。宿毛矯正だったらね、ご新規のお客様だったらバシッと髪質診断もしたいんですけど、デジタルパーマに関してはそんなにある程度難易度自体は下がるんで、このままいきます。これで表面の毛をきれいにするように。で、宿毛矯正と違って、すごいストレートのクオリティは求められないんですね。どっちかというと今日はカットがメインで、カットとそれに合わさるパーマ。パーマもカットとの連動になってくるから、それをうまくいければいいかなと思うんで、まずはある程度ボリュームが収まればいいかなぐらいで考えてます。なんで今、スタート時間が10時半ですね。10時半からスタートして、じゃあこのメニューがどれぐらいで終わるかっていうのもちょっと皆さんご注目していただければいいかなと思います。こうして、前髪はかけません。前髪はストレートかけずにいこうかなと思います。で、1周目塗りました。はい、2周目。同じことを繰り返します、表面。デジタルパーマのパーマをかけるときに表面の毛としてブロッキングするところの根元に塗布って感じですね。で、塗布量が少ないと、何事もそうなんですけど、絶対ダメなんで、塗布量をしっかりめでいこうかなと思います。だって、中開けると塗れてなかったりするんで、2周目。しっかりと塗って、ちょっと揉む。で、揉んだときに、さっとした音がするようだったら塗布量足りないんで、こう、ぐにゃっとしてくれるように、こうして、しっかりと綺麗に伸びるように。はい、こんな感じでストレートにしたいところが全部塗り終わりました。はい、じゃあこんな感じですね。そしたら次、デジタルパーマなんで、毛先ですね。毛先いきたいと思います。一応小技としては、右が大体かかりにくいんですよ。日本人女性は。なんで、右側からオフしてあげると、ちょっとはいいかなって感じです。右の方がどうしても後ろに向いて生えてる人がやっぱ多いんですね。本当かどうかわかんないですけど、北半球の人はそうらしいです。でも南半球の人を担当したことがないからわかんないけど、時点の関係だって言ってる人が昔いたんですけど、いや、都市伝説です。そんなわけはないだろうと一瞬思ってるんですけど。高速塗布なんで完全にブロッキングでゆっくりやるよりはもうまず塗布してから後でゆっくり綺麗に塗っていくっていう方法の方がいいですね。なんで南半球の情報を知ってる人いたらいやでも嘘くさいですよね。確かに多いんですよ。こう生えてる人、右側が後ろ、左側が前。左側の方がブロー決まりやすい人が多いんですね。やりやすいですね。そうですよね。じゃあ北半球生まれですね。いや見たままなんかね、そういう噂があるんですけど、ちょっとサロンワークの小ネタに見てる美容師さんよかったら本当かどうかは全然わかんないです。人種によって髪の毛の感じも違う？髪の毛の感じは結構違いますね。違うんだけど、生え癖は僕もちょっと昔は海外セミナーめっちゃ行ってたんですけど、海外で美容師さんに教えるっていうのを。でも韓国、中国、台湾しか行ってないから全部北半球アジアなんで、なんともそこはわかんない。検証できないです。検証できない。でもよく夏とか冬にバリ島行くんで、そうなんですね。今度検証してみようかな。バリ島でどうやって生え際見してください。頭おかしいですね。突然ちょっと生え際見してください。ブローさせてくださいとか。バリ島の人たちもなんか違いそうですよね。髪質とか。髪質とかはね違うと思いますけどね。どうだろうわかんないな。中国とか韓国、台湾は結構僕一緒に近いかなと思ってるんですけどね。韓国の人とかの方がちょっと強い髪質で、中国はもう完全にあれです。場所によって全然違った。なんとか省なんとか省みたいな。そうだから北京とか南京とか北の国の人はちょっと強めの髪質してて、で深センとか、香港の方ですね、南の方は例えばタイとかも近くなってくるんで、なんか体も小柄だし髪の毛も柔らかい人が多かったですね。そうなんですね。なんかそういうのも結構面白いなと。西、四川省とか重慶とかの方なんですけど、ああいう方はヨーロッパが近いんで、やっぱりねすごいスタイルも皆さんいいですし、顔出しもなんかちょっとそういういい感じの人が多いですね。
面白い、うんなんか昔若い時に、はある初めて行ったところで、はいその方初めてなんですよとか言って、うん日本に帰ってきて初めてここで雇ってもらって初めてやるんですけどとか言って、どこに行ったんですかって言ったらタイのホテルでやってたっておっしゃってて、はい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 でパーマだったまあ20代の頃でパーマをかけてもらったんだけど、パーマかけ始めたらなんかこの人ってすごい強いパーマが好きなんですよねって言い始めてなんかポロポロって怖い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 って言って、うんそしたらなんかすっごい勢いでパーマがかかっちゃってちょっとと思いながらまあね、大大丈夫、今日は安心してください。すごい勢いのパーマはかけない。よし、オッケーオッケー。で流行ってるのも違いますよね。そうなんですよね流行りの髪型とかもね。そう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 。うんよし、じゃあそんな感じで、もう高速還元してます。もう結構ぐにゃんとしていく感じですね。髪質的にも結構この還元剤だとそんなに時間置かなくてもいいかなっていう思うのと、あとはまあ横にこう入ってる、サイドにも入ってるこのインナーとかがぐにゃんってなるようだったらちょっと固めに行きたいんですけど、まあ基本は大丈夫そうかなと思います。ここら辺の毛先かなって感じなんで、ここら辺はちょっと様子見ながらですね。で、ドライで塗ってるんで水分が足りないと思うんで、インフォームつけます。はい、全体塗り終わって、インフォームで水分を足していくようなイメージですね。もちろん浸透も促進されるし、結合も強化されるんで、水分足されて還元スピードが上がるプラス、いろんな栄養素、もう毛髪強化成分だったりが中に浸透してくれる。あとは、ネオメテオに入っている処理剤系が全て髪に浸透してくれるんで、これはこういう使い方もありですね。そしたらちょっと馴染ませます。よいしょ。でちなみにこれは大体いろんなお客様やるんですけど、5分から10分以内、10分超えることはほぼないですね。こんぐらい還元値が高いものになってます。そうですね。まあ一応インクラインが中グリコール酸シスタミンに、まあ加水分解シルクとかで調整してあるもの 50% の還元値。プラス、いうのに関しても中グリセリンのほぼ 50% 減益になってるんで、そこも含めると結構なスピードだと思います。で結構ネオメテオの宿毛矯正の動画皆さん見てもらって、まあゆっくり安心安全っていうのは僕はずっと歌ってるんですけど、ビビりもにならないとか。ただ、これ、パーマに関してはそれだとかなり弱くなってきて、リッチがあるカールが出せないんで、グリーンとした。なので、パーマに関しては還元値を強める。そういうアレンジもできるのが、このパーマ液ですね。よいしょ。OK です。そしたら、ちょっと、こうやってインナーのやつが出てきたりするんで、そしたらさっきの 7.0 にインクライン重ねちゃいます。7.0 単品いってもいいんですけど、そこで還元値が落ちてしまって、パーマのリッチが出ないとかの方がちょっと嫌なんで、どっちの毛先数センチは切る予定なんで、この 7.0 で pH を落としてあげる。こちら今の薬剤、この 5.5 になってる薬剤なんで、還元値はそのままに pH を落としてあげると、少し硬化されるんでいいですね。で還元値自体も言うても10、これはインクライン 10% しか入ってないんで、周りのところよりはかなりマイルドになってるんで安心です。よし。これで、もう結構還元進んでます。OK です。ブリーチ部分もあってちょっとリスク自体は少しあるんで5分で流しちゃいましょう。流しはもう宿毛矯正と一緒ですね。しっかり流してチェンジリンスしてシャンプーしちゃいます。インフォーム入れたノットシャンプーでシャンプーしてで 7.0 チェンジリンスで流してドロップのチェンジリンスでそのまま流さずに上げてきてもらいます。お願いします。お疲れ様でした。じゃあ流しが終わりました。この後中間処理ですね。メテオコネクタ5倍希釈。活性ケラチンなんで、しっかりと毛髪強化に役立つのと、メテオコネクタはかなりツヤ感と柔らかさ。ケラチンっていうと硬くなるっていうイメージの人結構多いと思うんですけど、かなり柔らかくなります。まあ、低分子。ケラチン自体が低分子なのと、あとはそれの柔らかさを出す成分っていうのをかなり多く含んでるんで、おすすめです。で、アクアですね。CMC。ケラチン以外のもの全てが入ってます。L カラクトンからスタートして、もうたくさんナトリウムなどなどが入ってて、全て髪の毛をこの2つがあれば綺麗にできる処理剤です。で、このままカットいきます。カットいくことによって、まず中間処理剤がかなり浸透するのと、あとはもう完全に、その後にデシパーでかなり熱が加わるんで、しっかりとした毛髪っていうのが出せると思います。はい。還元しっかりされてるんで、こうやってコーミングした時にもう何の癖もない状態になってます。で、一番気になるこのブリーチの部分ですね。しっかりと弾力のある状態で還元が進んでると思います。さあ、順調すぎます。弾力あるんですか、私の髪。弾力つけました。固めることができるんです。
ですよね、ネオメテオのクリーム。やっぱりふにゃってなっちゃってるのをしっかりピシッとさせることができるんで、それをうまく使って弾力があって、しかもめっちゃツヤツヤな質感っていうのを作ります。はい、ということで今日はカットもいきますね。いい、OK。私実はさっきのシュッシュってモコモコになったのあるじゃないですか。あ、いいフォーム。あれをねオンラインでいただいたんです。でなんか自分の持ってるトリートメントの前とかにちょっと使ったりはしてるんですけど、商品が来た時にバーってこうなんか成分とか、そう、あれ業務用だからよくわかんないこと書いてあるんですよね。でもすごいと思ってでいつも行ってる美容師さん仲良くさせてもらってるんですけど、ここでこういうことがあってって言ったら「あ、知ってる」とか言って「知ってるYouTube 見てる」とか言ってありがとうございます。すごく勉強してるって言ってて、いつもの美容師さんありがとうございます。都内。郊外ですね、東京都の郊外なんですけど。ありがとうございます、本当に。バシッと今日決めて、いい感じにしますんで。ありがとうございます。よし、じゃあそんな感じでカットは今日レイヤースタイルでいきます。はい、ちょっとグッと下向いてください。で、カット解説いきます。で、長さ自体はあんなに短くしたくないんで、ちょっとレイヤーをメインでいくんですけど、毛先細くなってるのと、ちょっとこういうアウトラインが今、やっぱりね、ダメージによるばらつきがあるんで、そこら辺はしっかり切ります。ブラントでいきますね。ブラントで、これぐらい。で、かっこよく切って、そのままいくら伸びても、形が決まるっていうスタイルにしたいんで、バシッとカットラインは綺麗に切ります。前上がりで切りますね。ブラントで切ります。あ、すいません。これ、やけどしました。いやいや、寄る必要ないから。寄る。やけどしたら皆さん、傷パワーパッドですよ。寄るな、寄るな。傷パワーパッドをもう飽きるまで貼っとくと跡が残りません。多分そう本当にやけどって女性も多分いろいろすると思うんですけど、アイロンとかで。しますね。そうですよね。でも傷パワーパッドを貼っとくとやけどの跡がすごい綺麗に治るんですよ。あ、そうなんですか。そう飽きるまで貼ってください、その場合。そうちょっと石前を見てください。はい、じゃあそのまま前上がりを継続でいきますね。前上がりを継続。じゃあ、はい。もう一回下向いてください。はい、アウトライン切り終わりました。しっかりとね、こう、ラインが綺麗に整い始めたんで、次、レイヤー入れます。よいしょ。ということで、センター取ったら、こうです。こういう角度でレイヤー入れます。はい、次、フォーミングを綺麗にして、しっかりとレイヤーが入るようで、ハの字ですね。まあ、俗にいつもやってる下から切るレイヤーですね。下から切るレイヤーのメリットは、絶対に上に乗っかってこないんで、伸びた時にずっと調子いいのをキープしてくれます。まあ、デメリットというか難しいところは、下から切るんで、上のレイヤーをどこの位置に持ってくるかっていうのを目測でいかなきゃいけないんで、ここはね、経験値ですね。こう、肘を奥に入れ込むイメージで、右側を切るときは、左側を切るときは肘を畳むイメージですね。肘を奥に入れ込む。はい、じゃあ次、中段いきます。中段もセンターから切っていきます。で、しっかりとレイヤーが入るように。はい、戻ってきてください。よいしょ。こうして、上にかぶってくる毛が確実に膨らまないように、上が絶対短くなるようにっていうレイヤースタイルですね。内側がかなりそがれてるんで、下の方はもう毛量調整今日はいらないかなと思います。で、実際レイヤーをしっかり入れるんで、切った当日とか結構切ったな感が出るんですけど、それが伸びてきた時にずっとなんかかっこいいっていうのがこの下から切るレイヤーのメリットなんで、これをうまく活かしていきます。さらに表面のストレートがすごい効いてくると思うんで、何をしてもただ乾かすだけでかっこいいスタイルっていうのを作るには、このストデジ、表面ストデジとレイヤーの組み合わせっていうのは結構鉄板かなと思います。よいしょ。はい、そしたら上段ですね。上段は細かくこのスライスシェイプを細かく、一番頭の角度が強いところなんで、こう何回にも分けてレイヤーを入れていきます。表面は僕はセームレイヤーにすることが多いですね。こうして次、ここっていうイメージですね。はい。はい、細かく。やっぱ毛の重なりがね、やっぱかっこいいと、本当に動きがすごい綺麗に決まるんで、そこはいつも意識してますね。はい、よいしょ。
で、こうやって切ると、レイヤーガッと下から入れると、今まで入ってなかったレイヤーなんで、ここら辺がすごいすいてあるんですね。なんで、毛先は結構細くなるんですけど、アーマーがかかることによって厚みは出る。で、今後カットしていくときに表面は軽くしていくんだけど、下の厚みっていうのをどんどん出していきましょうっていう形でカウンセリングすることが多いですね。で、しっかりとね、下の厚みがありつつ、表面が軽い。今と逆のパターンですね。いらっしゃった時と逆のパターンになると、すごい、また、一個上のおしゃれなスタイルになるんじゃないかなと思います。こうやって角度ちょっと見ていただくと分かるんですけど、肘をしっかりと畳んでレイヤーが入る。サイドも同様ですね。サイドもそのままいきます。最後0度になるように前に倒していきます。で、バシッと切っちゃいます。でもうずっとレイヤー言ってるのは、もう特にマスクが外れることによって顔周りの動きっていうのはより一層映えるようになったんで、そこはねちょっとレイヤーちょっと試してみませんかって言って、まずは顔周りのレイヤーからでもいいんですけど、顔周りに表情が出るようなカットっていうのが、今年もしっかりと押していきたいかなと思います。でこうして顔周り、ここが0度ですね。でしっかりとレイヤーが入るようにこうします。トップのレイヤーもチェック。前にチェック。トップはとにかく細かくスライスを取る。いろんな方向に。頭の丸みに負けないようにしてください。耳後ろのところのスライスからスタートして、ずっと下からこうしてレイヤーを入れる。引っ張る。細かく、何度も言います。しつこく言うけど細かく切って上に厚みがたまんないようにします。前切り終わったらもう一回センターチェックして大丈夫だと思いますけど、よし OK。そしたら本来だったらワインディングいくんですけども、ちょっとこの中間から上が厚みがありすぎるんで、毛先だけちょっとセーニング入れておきます。その方がすごいワインディングがしやすくなると思うんで、ここですね、厚みがあるところの毛先だけです。この後はワインディングするんで、この中段からはつかないようにしてください。これはもうワインディングの、例えばペーパー挟んだ時とかに厚みが出すぎて毛先にかからないっていうのを防ぐための処置ですね。最後にドライカットで絶対に綺麗にはするんで、まずは毛先の厚みだけを取っとくとワインディングが効果的になります。こういうとこですね。こういうとこですか。毛先だけをちょっと。これやっとくと本当ワインディングもしやすいと思います。ワインディングとあと表面はね、ストレートパーマもかけるんで、サイドとかは多分大丈夫だと思います。よいしょ。こういう形のレイヤースタイル。はい。ということで、ワインディングいきましょう。はい。じゃあ動画の途中ですが、皆様にお知らせがあります。9月4日月曜日の18時から、長戸と岩崎瑞希とトットのメンバーで、オンラインライブセミナーっていうのをヘアキャンプさんで行います。もうめちゃめちゃ楽しい時間にしたいと思いますので、皆様ぜひご参加ください。詳しくは概要欄の方にしっかりと貼っておくんで、ぜひチェックしてみてください。お願いします。はい。ということで、続きいきます。で、カット中に毛先が乾いちゃったりした場合は、メテオのコネクターの5倍希釈をもう一回サクッとつけておいてください。そしたら僕のデジタルパーマの鉄板のブロッキングできます。この耳後ろ、中段、上段っていう形でいきます。はい、そんな感じで。難しいことはないです。コーミングして、ペーパー。で、大きめでいきます。今日は。あんまりグリグリかけても、ちょっと、モデルさんのお顔出しとかに合わないかなと思うんで、大きめでかけていきたいと思います。特に難しいことはなく、大きめでかけて、全部フォワードカールですね。フォワードカールでかけて、で、表面がリバース。表面はストパーしたいんで、この鉢の一番膨らんでるところ、頭の一番出っ張ってるところをブロッキングでやろうかなと思います。じゃあ2人でいきます。失礼します。お願いします。はい。デジタルパーマって初めてやった時、すごい衝撃的で、お釜がないじゃないですか。お釜ないですね。こう周り囲わなくなっちゃったじゃないですか。すごい時衝撃的だったというか。衝撃受けました。受けました。まあもう僕ロングの人のパーマはほぼ 100% に近いぐらいこれですね。
そうなんですね。やっぱり持続性がいいのとダメージも蓄積そんなしないイメージと、あと今日やるんですけど、表面のストレートパーマにこの融和がいいんですよ。パーマかけたけどなんだかまとまんないっていうのって、表面がやっぱりジリジリしちゃったりとかうねっちゃったりして、なんかまとまんねえなってなると思うんですけども、それがないから表面このままストレートパーマかけるから結構ツルツルになるんで、皆さんねツルツルで、ね、びっくりしますよね。全然違う。よくこう初めと最後でこうやってこうスクロールしてシャッシャって見ると全然違う。別人になってますよね。そこをねなんかいい具合に。まあでも薬剤が進化しましたよね本当に。なんか魔法ですよね。いやーでも思いますそれは。ここはねもうしっかりとね綺麗に。だから年齢を感じさせなくなりますよね。大体表面のツヤが年齢を表すから。そうだからそれを綺麗にしてあげるだけで全然一気に若返る。昨日も僕初めて表面のストレートっていうのをやったお客様がいるんですよ。僕はずっと担当してて、で初めて表面うねるんだよねって言うから試しにやってみます表面だけ。なんか全体本当はやりたいって僕のインスタのネオメテオのやつストレートとかのやつを見て全体やってみたいって言われたんですけど、全体は必要なくて表面の一線だけやるだけでもすごい綺麗になりますよって言ってやったら超感動しましたね。娘の髪になったっつってましたね。3歳の娘の髪になった。泣いてませんでした？泣いてはない常連さんなんで泣かれたら困るかも。常連さんでインスタですごい喜んでたね。喜びますよね。艶が出ればね。なんでバシッと決めてパーマはそんなに甘って感じではないです。ゆるっとした感じでいいかなと思うんで、どっちかというと表面のストレートがバシッと決まった方がいいかなと思う。パーマかかってるとね結構いいんで、あとはブリーチしたところはかかりちょっと緩いかもしれないです。まあここはね将来的にブリーチやめてく。そうですね。だったら全然いいと思います。パーマをうまくでブリーチのところのパーマが緩いんですけど、逆に他のところがかかってればデジパってねじってかかすじゃないですか。ねじってかかすと同じ形になっていくから。そうなんですね。パーマが1箇所2箇所緩くてもそれが全然 OK。なんでご安心ください。ありがとうございます。ということでもう巻き終わったんで。何気に私長門さんの髪型がすごい好きなんですよ。これこれよくやるんですよ。くせ毛です。そうなんですか。もう何もしてないです。いいですね。パーマもカラーもしてないです。時間がやっぱなくて、なんかいろいろやりたい欲も昔はあったんですけど、なんかもうずっとこれですね。すっごいいいですよね。本当ですか。ありがとうございます。岩崎さんもそれは。エクステです。そうなんだ。私は朝ちまちま空いてます。つないでいきますね。パーマも本当簡単になったから昔に比べて。ですよね。よし、OK。で、温度が高くなるんで、熱かったらバシッと言ってください。はい。そんな感じでコードがつながりました。ここから差しピンしていきます。温度設定、これは見えるのかな？見えそう。はい、535ですね。5分、3分、5分、80度、90度、80度です。じゃあしばらくいきましょう。失礼します。ダメだ、全然濡れた。下はいけるか。もうちょいだね。はい。じゃあ、今時間経ったんですけど、ちょっとまだ濡れてるところがあるんで、少し追加します。乾いてるところがあれば取っちゃいますが、ちょっと全体的にまだ濡れてるんで、しっかりデジタルパーマは完全乾燥させないと、それが長持ちしない。ガラス化させないと長持ちしないんで、ここに関してはちょっとしっかりといきたいと思います。で、もうフェルトは取っちゃいますね。乾燥しやすいように。これは、クリップしやすいように、蒸す感じでこのフェルトがついてるんだけど、乾燥しやすいようにもうこの時点では取っちゃいます。プラス、そうですね、7分ぐらいちょっと必要かなと思うんで、一回これで加温追加します。特にこのトップはね完全に乾燥させないとこの後アイロンするんで、また熱いとこあったら言ってくださいね。時間置きます。はい、じゃあ、追加時間置いて完全に乾燥しましたということで、この後矯正にこのまま入るんですけど、はい、このターバンをここです。この上段の鉢の下にずらします。同じくこのターバンを上段のここにずらして、はい、こんな感じ。はい、それでこの上を取っちゃいます。この上、はい、こんぐらいしっかり乾燥してますね。この上を取って、で、ドライヤーでここを乾かします。これを取って、しかももう半分以上乾いてるんで、すぐ乾くと思います。いきましょう。
はい、乾かし終わりました。こんな感じですね。で、先はがっつりパーマがかかって、もちろんこんなカールにはならないんで、もっともっと大きいカールなんで、ご安心くださいっていうのはお客さんに伝えるのと同時に、アイロンしていきます。このもう表面、もう一撃還元結構綺麗に効いてるんで、すごいツヤ感は出てるんだけど、アイロンでさらに極上のツヤを、をかけますね。さっきの話。これあれから変わってない時じゃないですか。よし、いきます。で、これよく見ていただくと、ここカールなんですけど、カールのスタート地点のここがワインディングのゴム掛けのとこなんですけど、ここまでいきます。で、この時ツインブラシ使っちゃうと結構そこが見極め難しいんで、ここはコームでいっちゃいます。これでゆっくり。熱はしっかり置く。200度ですね。で、ここまで。そうすると、ツヤが出つつ、最後カールで終わる形になります。これを全体にやっちゃいます。もうワンパネルで、綺麗にしたら、パッと、水分を飛ばして、ゆっくり、プレスというよりは熱を置く感じですかね。ここで、カールスタート地点まで。はい。で、毛先のカールが残る。こんな感じ。表面ってそんなにパーマ感って実際いらなくて、ここまでしっかりツヤが出て、ワンカール残ればいいかなと思います。じゃあ2人でいきます。そう。カーテンが届きました。おい、お前の家のもんがどんどん届くじゃねえかよ。カーテンが。カーテンなしで生活してるってなかなか女子としてはそうですよね。攻撃的ですよ。いや、カどうしたーテン見せまくってんの？ちょっと上の方の階なんで、あ、見えないんですよ。さすがなるほど。見えない。45回。やば。45階だったらすごいですよね。まあ45階として。として12回。見えないから別にあんま必要性を感じてないんですけど、友達に早く帰れよって怒られたんで。いや、お前んちのマンションより高い建物そこそこあるからな、あの周り。まあ帰るのが夜遅いし、ほぼほぼ周りの電気は消えてるからっていうので、カーテンが必要だ。ちょろちょろやってるんですけど、友達に怒られたんで、なんか荷造り。しかも服着てないんでしょ？はい、全裸で。やばくないですか？全裸で歩いて。一人だからお風呂上がってちょこちょこそのままリビング行って着替える。リビングで着替えちゃうんですね。でもカーテンはない。カーテンない。やばい、変質者みたいな感じ。今日来たんで大丈夫です。今日来たんで。怒られました。一緒に引っ越して荷造りしてくれ、荷造りっていうか段ボールを開けてくれた友達がいるんですけど、めっちゃ怒られました。何やって何頼んでないのってすごい怒られて、すいません、頼みますみたいな。女子力高めだから。はい、女子力高め。友達が。女子力高めです。おしゃれな。そうなんだ。すごいカーテン頼んでないですよね。だって長さを測れてなかったっていうのもあるし、めんどくさいんですよね、カーテンね。で今まだお家本当何もなくて、本当何もないんです。そうなんですね。だからここにどんどんテーブルやら届いて、家にもまだ組み立ててない段ボールがあるんで、私がこういろいろ段ボールが荷物とか来たら長門工務店に連絡して、ベッドの組み立てから何からやらせていただきます。あ、そうなんですか。やってくれるって言ったんで、なんかベッドが組み立ても一緒にやってくれますよみたいな料金プランもあったんですけど、いいよ俺がやってやるよって言ったから、優しい。軽く言ったら、何から何まで、すごいキッチンラックから机からそのなんていうんですか、こうウィーンって工具を使うやつはもう全部やってもらおうと思って。この間電気をつけさせていただきました。電気屋さんにもなったってことですよね。天井に電気を2つほど。自分でやりますよって言ったんですよ。そしたら変になるから触んなって言われた。いや、そうだ。行くまで俺ここ仕事終わってちょっともうちょい仕事パソコンでやってから行くっつって、岩崎も大体発送のために事務所行くんで、じゃあまあ何時ぐらいかなっつって。ちょっとチャレンジしてみますね。そう俺が来るまでにチャレンジしてみますって言うからやめろっつって。触んなって。部品がバラバラになる。っていう話をしたら水木ちゃんも手伝ってくれるって言うんで、いやもっと役に立たなそうだからダメ。ダメ。多分遊びに来たいだけだ。そう言ってた。だから私のお家が完成するのはもうちょっと後で、さすがに今日はカーテン持って帰ってカーテンは自分でつけれるんで。でもあれ持って帰ります？あれ一回私台車でここ銀座の街をコロコロやってます。さすがにちょっとカーテンはつけないと。ね、確かに。ちょっと待って、家に届くようにすりゃいいじゃん。受け取れないなと思ったんですよ。俺ぐらいだったら宅配ボックス
入んない。入んないですよ。ダカーボックスもうちょっとちっちゃいんです。入んないから確かにここで、まあカーテンだし、こういう感じで来るかなと思ったらがっつり段ボールで来たからちょっとびっくりしてるんですけど。ね、今一瞬瞬届いた時になんか雰囲気があれ？一回なんかねちょっとカーテンみたいな。大体でも最近すごいですよ。引っ越したてだからあいろんなものが店に届いはいて。椅子やらラグやら、へー今キッチンラックがあれなんだろうな、机か。あキッチンラックはさすがにちょっと家で受け取れたんですけど。あ、そうなんだ。あれいやまあいいけど家の方が楽じゃねって思う。そうですよね。こっからね。台車でこうやって銀座の街でもをこうやって旦那さんが車で運んでくれるって言ったからここにしたんですよ。あ、そうなんだ。いやすごい溜まってるから1回ぐらい車で運んでやろうかっつって言ったら。そうありなんだ。がとうございます。そしたらそっからさらにどんどん追加されてって。追加されて一人でやりますよって言うと怒られちゃうんで、触んなって言われて。だって理解しのつかないことにしそうなんですよ。ありますよね。こうバラバラになっちゃってそうね。でなんかその時点で呼ばれるのが一番嫌じゃないですか。絶対可能性高いから。だったら初めから。よく分かんなくなっちゃいましたっつって部品がバラ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 ってなってる状態で呼ばれる可能性、リスクを考えたら最初からやります。ありがとうございます。ベッドを組み立てさせていただきます。はい端と端水木と岩崎で持っててくれるわ。あ俺がわか日本で一番いい電動ドライバーを持ってる。いらないかと思ったけど、あそう使い道ありましたね。でなんかそういう工具とかめっちゃいいの買っちゃうんですよ。あ、そうなんですね。秋田の40ボルト。なんか業者さんみたいですそうインねパクトドライバーって。プロ仕様みたいな。ここの内装やってくれた人に僕がいろんな組み立てやってて、内装は内装でやってる時に、はい。すごいインパクト持ってますねつって、インパクトって電動ドライバあ、はい。ーえっつって言われてプロの人もびっくり。それでちょっと組み立ててもらおうかなと思って。ああ、でもすごいいい部屋ができますね、岩崎さんのところね。カーテンは頑張って自分でつけます。とりあえずなんか友達にめっちゃ怒られて。これはないですね。カーテンもお願いした方がいいんじゃないあ、カーテンでも自分でつけれますもん。ちゃ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 だから。脚立の上じゃん。はい、やりますやります。大丈だって前のお部屋自分でカーテンつけました。夫。確か友あ達に怒られちゃうんに。で、でそろそろ。丈が短かったですけど、あれはどうなんですか。丈前ですか？うん。短かったでしたっけ？あ、あれ買い直しましたよ。ああ。俺が言ってなんかカーテンつけたんですっつって、うん下が全部開いてるんですよ。お前さっつってなんか一回気になりだすともうダメだと思って買い直しました。すごい言ったもんね。伸びないもんね、カーテンはね。すごい細かいようで雑なようで、俺もうあれが許せないんですよ。何ですか冷蔵庫に水のトラブルなんちゃらっていう磁石貼ってるやつあんま好きじゃああ、ない。いますよね。確かに。なんかあとおしゃれにしよようと頑張っていろいろあおしゃれいろいろインテリアとかを黒で統一とか言ってるのに、あうんうん冷蔵庫にはあれが貼ってある水のトラブルなんちゃらって貼ってあるから剥がせっつってわかりました。だって水のトラブルあったら連絡しないといけないじゃないですか。ググれ。クラシアンにクラシアンに連絡しないといけない。え、どうするんですか？私そんな水のトラブルとか自分で対処できないですもん。おいくつなんですか？私27歳の年です。あ、じゃあ早くカーテンつけた方がいい。そうですね。はい、カーテンつけた方がいいんです。分かってるんですけど、どうもこういいやとか見えてないしとあか、ね、そうね。本当多分見えてないんですよ。うん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 。周りの目線とかも考えると見えてないで、こうやられたらさすがに見えますけど、こうやる人なかなこうやらかいない。れたらさすがに見えますけど、この動画見て岩崎の家の周りで岩崎の家の周りにいたら住所バレてるからやばいですよ。どっかの12階。でどっかの12もこっから徒歩圏の12階を全部こうやって怖い怖い怖い怖すぎる。そんなこと怖い怖い。しないでください。はい、アイロン終わりました。はい、こんな感じですね。毛先はカールしつつも、根元から中間はこういうツヤ感のある仕上がりにしたいなと思うんで、このまま中和していきます。ロット部分の中和と表面のストレートの部分の中和をしていきたいかなと思います。はい、薬剤紹介。もうこのままあなたがいきましょう。私ですか、はいルテマの加水ですね。セカンドローションオキシにメテオ 20% 入れます。で振ります。振って。なんか運動神経悪そうって言われるんですよ。昨日やってたみたいにやんなよ。昨日やってないあれだ。で出るんですよね。ほら。エセバーテンダーみたいにしてたじゃん。なんでそういうこと言うんですか。失礼。これなんか8の字描いてたじゃん。私のこともう運動神経悪いとか言わないでくださいね。じゃあちょっとかっこいいとこ見してよ。なんでですか、かっこいいとこって。っていうことで、もうこのままバーッとつけちゃいます。と見ててもらおうかな。お願いします。はい、ということで、はい、つけます。運動神経悪そうだったね、今。やば。ダサい。いや、お前に言われたくないよ。はい、バーッとロット部分は簡単ですね、つけます。まあ、塗布量しっかりめです。リキッドなんで、バーッとつけて、ちゃんと酸化させる。酸化というか固定させる。それが一番大事です。バーッとつけます。まずは下の部分。でも永田さんやばい。私このままで帰れるかも。ダメダメ。すごい。
これ固定しないとダメです。そうなんですか。でもすごいちょっともうツヤ出ますよね。そう。んネオメテオクリームに入ってる処理剤系がすごいんですよ。簡単にツヤを出すことができるんで。よし、じゃあこんな感じでモデルさんのいい反応もいただいたんだ。よし、で上、はい、これちょっと近く寄ってください。バーっと上はこんな感じです。はい。まあリキッドなんで垂れないようにちょっと押さえながらバーっとつけます。で、出たらフォーミングしてしっかりと全体に行き渡るようにして、少しでも乾いてたら足してください。どうしても絶対これが酸化がエラーを起こすと本当にもったいないんで、ちゃんと、まあこんぐらい濡れてれば間違いはないですね。このままフォーミングするとこうなるんで、これを軽く、はい、ピンカーブですね。シングルピンで。はい、国家試験はオールウェーブの世代です、僕は。はい、このままぐーっと。はい。こんな感じで置いときます。では、そんなんで全体やります。はい、お疲れ様です。5分経過したんで、もう1回つけます。バーっとつけて、もうそのままアウトですね。加水は反応速度が速いんで、サクッとつけちゃって、塗りムラがないように入れましたら、もうアウトしちゃいます。こんな感じ。くるんとしっかりかかってます。で、この時にオフムラがないかをしっかりチェックして、あったら揉み込みます。見ていただくとこんな感じですね。バッチリ変わってます。で、全体にもう一回加水をさーっとつけて揉み込む。こう揉み込む。そうすると全体にこのメテオ GL の効果もしっかりと行き渡るんで、しっかりと揉み込みます。で、表面もう一回つけます。表面のツヤもしっかりと生まれつつの毛先はちゃんとカールしてるっていう、まあ、最強のレイヤーですね。レイヤースタイルっていうのができるんじゃないかなと思います。で、このまま流さずにからいっちゃいます。そうすることによって時短にもなるし、あとは処理剤を効かせることもできるんで、この時点で一回毛先、アクアですね。アクアをつけて結構しっかりつけることによって、加水濃度をまず低くするのと、あとは CMC の処理剤を効かせようかなと思います。で、今日はもうここで毛先のカラーはしません。手元白髪気になるところをしっかりとリタッチして、で、シャンプー台で色入れるぐらいでいいかなと思ってます。はい、じゃあ、はい、薬剤紹介。こんな感じです。今日はちょっとマットな仕上がりというかね、少しアッシュな仕上がりに、マットアッシュみたいにしたいんで、12シルバー、2GB、ディープブルー、3対1対 10% です。シャンプー台でのトナーは、12シルバーとディープブルーを3対1、3% でいきます。根元は 6% ですね。根元、同じ未転載と頭皮保護ですね。コネクター、ワンプッシュ、メテオ、DL、塗料に対して 10%。あと、インフォームが入ってます、ワンプッシュ。毛先の薬は、この処理剤系を3倍にして入れていきたいかなと思います。じゃあ準備します。さあさあ、カラーですよ。いきます。出てきますね。あとさ、白髪がなくなる薬は出てこないんですか？世界中のノーベル化学賞が取れますよ。白髪のメカニズムだけはね、まだ分かってないんですよね。薄毛はかなり研究が進んでるんですけど、白髪に関してはね、まだ、まあでも、要はメラノサイトっていうメラニンを作る毛根についてるやつが活動を休止するっていう、これは分かってるんですけど、それの原因が分かんないらしいんですよね。そう。だからなんかちょっとずつうまく付き合っていくのがまあ一番ねあれなんですけど、やっぱり気になりますよね。気になりますね。突然増えた気がするんですよね。突然増えた。いろいろあるからね、これ要因がね、何なんですかね。なんですかね。特になんか右の耳の上の生え際となんか左が違う気がして、なんか右の方が多い気がするんですよね。気のせいかな。カットしてる感じだとそんな、左の耳後ろすごかったですよ。本当ですか？ちょっと多いなと思って。耳の後ろだとね、見えないから。見えないから。そうそう。ね、バシッと染めて。はい。まあなんかグレーヘアとかも流行ってるじゃないですか。難しそう。勇気いりますよね。似合う人はねすごい素敵ですけど、やっぱり一気に老け込んじゃったりするパターンもゼロじゃないから。ですよね。ね、いろいろ難しいところですね。やるんだったらやっぱそれこそムラシャンとか使って白髪自体を綺麗なシルバーにする方法とか、なんかそういうのも大事ですけど、やっぱりね綺麗に染めてた方がまあそうですよね。パッと見の見た目はねやっぱりよく見えますよね。でどうしてもやっぱ白髪染め悪いんじゃなくて、エイジングによるチリつきっていうのが絶対出てくるんで、それをね今髪質改善だったりとかして若さのある感じにしてあげるといいかなと。さあもう根元リタッチなんでこれで終わりです。これで。はい。でカラー自体は色入れるのはもうシャンプー台で行います。はい。今はもうこのパールをどっちかというと活かしたいんで、パールもちょっとギュッとこうカールの状態で置くためにこう
と揉んでから優しく置きます。もうある程度90%以上は固定されてるんで大丈夫なんですけど、これでコーミングとかして伸ばしちゃうとちょっとダラッとしちゃう場合がゼロじゃないんで、これでいきましょう。はい。はい。お待ちください。お待ちください。はい。はい、そんな感じで時間経ったんで、少しコーミングして、この後ちょっと数分だけ置いて流します。はい、じゃあ、矢崎さんよろしくお願いします。はい。後処理、しっかり乳化して、その後にさっき言った毛先の薬を軽く揉み込んで5分ほど置きます。で、しっかりもう一回流して、エマチンとジャックエッジ、で、インフォーム入りのノットシャンプー。で、その後、メテオコネクタ原液つけて、7.0 チェンジリンス、4.5 チェンジリンス、アリミのコアミでお願いします。よいしょ。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。じゃあそんな感じで流し終わりました。色もしっかり入ってますね。で、パーマがこんな感じです。で、ドライカットが全然されてないんで、本来であればこうやってくるくるっとねじりながら乾かしたら形になるんですけど、今日は一回ブローして、はい、いこうかなと思います。ミストとオイルつけて乾かします。だいぶ変わったと思いますよ。表面のツヤもやばいし。それも使ってます。超すごい、それいいですよね。ミストオイル。いいですよね。さあ。軽くなって。だいぶね、切ったんで、乾かします。はい、そんな感じで乾かし終わりました。トップここら辺が全然重いです。で、ここら辺は変わる。まあ、ブローしたんですけども、ちょっともうパーマがかかってるので、がっつり、この曲がるという動きが結構しっかりあるかなと思います。軽くなりましたね。すごい。いい感じ？はい。でもまだ重いんですけど、ここやばくないですか？やばいです。もう今私もう何回も言いそうになって回る前にすごいと思って。めっちゃ違いますよね。違いますよね。これで今日このレイヤーの中段から上段の部分を少し量を取っていきます。本当は下段、今日はもう仕方ないんですけど、この下が厚みがあるといいんです。厚みがあるといいんだけど、それだとね、さらに短くすれば厚み出るんだけど、やっぱりこの長さのある動きっていうのは作りたいんで、今日は少し下が軽めです。まあでも夏だしいいかなとは思いますけどね。で、徐々に襟足の方の厚みが出てくればもっといいかなと思います。パーマもなんか結構しっかりかかってるし、そういいかなと思います。表面ストレートパーマしたと思えないこの丸さ、この柔らかさ、ゲーすごいトップを量を取っていきます。これするだけでね、全然より抜け感が出てくるんで、面で出してもいいんだけど、トップが量少ない方が動きがパッと出てくる。付き合った方がいいですね。よいしょ。マンネリ化したロングをだいぶやることができた。ロングすごく好きなんですけど、やっぱりずっと同じような、そうですね。飽きちゃうっていうのはすごくあって。これで次ハイライトがいいです。そう今日はね、さすがにブリーチと同時進行はできないんですけど、表面とかにうっすらハイライトとか入ってるとさらにいい感じにかっこよくなるかなと思います。頑張って予約します。お待ちしてますハイライトはね、多分似合うと思うんですよね。ハイライトガーって入れるだけ入れて、あとはもう白髪染めしないでムラシャンとかで過ごすとかも、そういうパターンもありですね。色味だけ取ってあげればハイライト全体に入るっていうとレイヤーがまずかっこよく見えるんですね。ハイライトだと今どうしても白髪染めの若干ムラ感があるんですよね。ムラがあるなと思ったんで、そのムラを消してあげるためにも横のムラは縦のムラで消すっていう昔からあるんですけど、要はまあムラじゃないんですけど、ハイライトを縦に入れると横のムラが目立ちにくくなりますよっていう、綺麗に一色で染めるよりはちょっとグラデーションっぽくなってる方がかっこいいかなと。似合うか似合わないか別として、レイヤー実はすごい好きなんです。レイヤー似合ってます似合ってます。大丈夫大丈夫。バッチリだと思いますよ。特に今日全然入ってはいたけどちょっと弱かったじゃないですか、レイヤー自体が。なんでそこをね少し変えてかっこよくなるようにしました。よし、結構こんな感じでがっつり取っちゃいます。で下の軽さのところに上の重さを軽くして合わせていくイメージですね。だから全体的にはちょっと軽いスタイルになるんですけど、合ってない方がおかしいんでこの下のところに合わせます。なんで僕本来はもう少し重めのスタイルが好きなんですけど、今日はバランス、この下の軽さに合わせるためにトップを少し軽くするイメージですね。パンもかかってるから、そんなにガシガシブローはいらないですよ。ブローいらないです、いらないです。乾かすだけでいいです。超楽。前髪は伸ばすとかっこいいかもしれないですね。こんぐらいになってくると本当はいいかな。よし、そこら辺はちょっと徐々にですね、だいぶ形も整ってきたんじゃないですか。あとはもうツヤ感ですよね。よし、ここちょっと量取りましょう。おっと、サラサラすぎて止まんないですね。サラサラすぎて止まらない。もう嬉しい、この手の多い時期のこのサラサラ。そう、もうこれ本当にね、この時期最高ですよ。
でこのレイヤーカット、下から入れるレイヤーって本当に伸びても全然気にならないんで、このまま伸ばしてで毛先ちょっと詰めるぐらいで厚みが出ると100点です。レイヤーになってきましたね。いい感じだ、もう全然来た時とイメージ変わりますよね。違いますよね、この頭のシルエットが、ここがもっと長くて、これが理想ですね。こういうイメージ、なんであと4センチぐらい伸ばしてください。4ヶ月。まあ4ヶ月あれば十分でしかも伸び早そうな髪質してるんで。なんでわかるんですか？すごい、私多分早いんです。髪質でわかる。そうそう。へー。触ってみてください。すごいいですよね。じゃあ動画で収めとこうかな。見える。はい。ブローだけです。アイロンしてない状態でこのツヤ感が出せます。でしかも何がすごいって、このツヤ感、これを出しつつ毛先曲がってるんです。見える？そう。これが曲がる宿毛矯正。要は表面をデジタルパーマして、そこの内側だけを、内側というか根元付近だけをアイロンしてあげることによって、この毛流れを作りつつ、まあ、ここはちょっともうちょい長さが欲しいところですね。毛流れを作りつつ、すごい内側から溢れ出るようなツヤ感っていうのを生むことができる。これがネオンメテオのストレッチです。いい感じです。ちょっと仕上げましょう。ちょっとだけここ、まだ短いんだけど立ち上がりが欲しいんで、ここをマジックカーラーで流れる方向と逆に巻きます。これはね、しばらくやってあげるといいかもしれないです。はい。はい、そうしたら、せっかくのレイヤーなんで毛先ワンカールだけいきましょう。すっごいですね。いい感じじゃないですか。サラサラ。サラサラですよね。しかもパーマかけたとこも良くないですか？キーンってならないですね。ストレートパーマでガーっていうそう感じで、そうそうそう。デジパーのところも手触りいい状態っていうのがなかなかね。私昔ストパをかけたところに、はい、あんまりかけちゃうとカールができないからやらない方がいいとか言われた時も一時なんかあったんですよ。全然関係ない。全然違う。そうこのデジパーとこの矯正があれば髪の毛ってぶっちゃけ自由自在なんですよ。どんな癖がある人でもできるし、ダメージがすごいとかだったら逆に言うとね、いろいろトリートメントとか、あとねホームケアでかなり体力できてればどんどん良くなっていくし。っていうか施術してもらったらなんかダメージがなくなっちゃった感じがしますよね。そう全然そうなんです。若干ブリーチ毛のところは怪しいなって、でも全然もう全然気にしないです。触ってもらっても全然サラサラそうそうそう全然ゴワゴワだったのにそうすごいジリジリしてたじゃないですか。してましたしてました。それを直せはしないんですよ。なんでかっていうと、直すのは簡単なんです。薬つけて今度ストレートアイロンでピッてやれば治るんですけど、いかんせんカールなんで、こうカールはついてるじゃないですか。カールはついてるけどザラザラ自体はドットの巻きじゃ治んないんで、そうなんですね。だからこれを直したければストレートアイロンであの時にやれば治るんだけど、そうすると今度ここだけシャキンってしちゃうのもあれなんで、この内側一番最初にも言ったんですけど、他のカールに引っ張られるんで、結構僕はいいかなと思います。ちょっと色がこういう感じが。そうそうそう。色若干ブルーが入ったんで、少しいらっしゃった時なんか黄色だったじゃないですか。金髪ヤンキー。それが完全にこういう色も馴染んでますよね。そう馴染む。いや、私紫シャンプーとかした方がいいんですか？村シャンはね、とりあえず金髪のとこ、でももう金髪のとこ少ないからでも今日いらっしゃった時は黄色イエローだなっていう感覚はあったから、やっぱ綺麗には見えないんで、本当気になったら2週に1回とか、まあ週1回とかでもいいから、ちょっと紫シャンプーを普通のノットのシャンプーに混ぜてもらって、で洗ってもらう。それだけでも全然いいかなと思うんで、この後ちょっとスタイリングしましょう。でレイヤーなんでちょっと動き出したいから、バームとスプレーをちょっと使っていきます。オイルでもいいです全然。普段はまあ今日はアイロンで巻いたんで、これぐらいですぐつけない、温める、ちょっと飛ばすぐらい、指の間にこうつけて、で指を通していったり。すごいいい匂い。いいですよね、このリングのバーム。レイヤースタイルにはね、かなりデンスオイルでも全然いいんですけど、今日はちょっとせっかくパーマかけたてなんで動きを少し見ていただきたいなと。まとまりとか毛流れとかはオイルで作って、立体感とか動きは僕はバームの方が好きですね。私のこの持ってるって言ったあれのバーム版なんですか？オイル、そうそうそう、リンクのオイルのこれのね、バーム版です。で手にある程度なくなったら、こいつをそっとこうやってボリューム出るじゃないですか。このボリュームをもう手があんまベタつきはしたくないんで、ちょっと余りをこういう感じ。すごい。いいっしゃー。そうそうそう。ここね、もうちょいボリュームがあると多分お顔にどんどん合ってくるんで、ちょっと伸ばしていただきたい。で少しここちょっと目つぶってください。
で、今日は宿毛矯正、トップの宿毛矯正かけたてなんで、トップの動きっていうのは若干弱いんですよ。1週間ぐらいすると根元が少しグッと持ち上がるんで、もっと良くなります。このレイヤーの感じ。レイヤーです。レイヤー。すごい素敵です。よかったです。よかったです。よかったよかった。だって後ろにするとどんな感じになるかっていうと、こうですね。いいですね。全体に動きのあるレイヤーが出来上がりました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。いい感じですね。すごい嬉しいです。ありがとうございます。下から切るレイヤーも結構なんかいろいろあるんですね。下から。あ、そうそうそう。上だけの、今日は多分上だけちょっと入ってたんですけど、だから下が厚みがあってカットラインが、厚みがあるけどぼわっとさせないためについてあったんですよ。だからここら辺がちょっと軽いんですけど、でも全然馴染んだかなと。球団をしっかりやってあげれば。すごい。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。よし、じゃあちょっと僕が説明を後ろで。じゃあ今日はレイヤーですね。まずレイヤースタイルとデジタルパーマ。デジタルパーマはもう1カール1.5回転ぐらい。あれはもうウェット時にちょっとお見せしたんですけど、ねじればしっかり出ます。ただドライカットがまだだったんでブローしてます。っていうのと、あとは表面のエイジングによるうねりっていうのがあったんで、ここを宿毛矯正しながらデジタルパーマがかけられるっていうのをやりました。あとはリトーのカラーで全体やったんですけど、やっぱ若干まだね、ムラ感とかがあるんで、毛先暗いじゃないですか。なんで、これを今度はハイライトとかですごい綺麗にしていけば、モデルさんにもすごい似合うんじゃないかなと思います。こういう弾力のあるスタイルがいい感じで出来上がったと思います。表面のストレートは何にでも組み合わせられるんで、カラーでもいいし、デジタルパーマでもいいし、やっぱり一気に若返る、ツヤを出すことができるんで、いろいろおすすめです。今日みたいに還元値上げて、手のスピードでやるのもよし、あとは表面のストレートだけだったら、10.5 にインクライン 10% でじっくりコトコトいった方が失敗は少ないです。今日のやつは結構時間にシビアになるんで、ある程度上級者になったら、こういう、例えば U の混ぜたいとか、インクライン 20% にしたいとか、インクライン 30% にしてもいいですね。もうそういう少しずついろいろ試してください。以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。以上でした。ありがとうございました。全然。ああ、いい感じですね。ツヤすごいですよね。ツヤがね、すごいですね。嬉しい。バッチリでした。なんか自分で言うのもなんですけど、最近気に入って買ったこのパールのリングとも、パールのピアスともなんかすごい。ね、耳周りがレイヤーがっつり入れるとふわっとしてくるんで、あとは前髪4センチ。じゃあ頑張ってください。すいません。お疲れ様です。はい、じゃあよかったです。またぜひお待ちしてます。はい、皆さん動画いかがだったでしょうか。すごいツヤツヤの髪に仕上げることができました。ここでまた皆さんにお知らせなんですけども、9月4日ですね。9月4日18時からヘアキャンプさんにてオンラインライブセミナーっていうのを行います。はい、ライブ形式でのセミナーになるんですけども、すごい楽しさあふれるお勉強の時間にできるかなと思うんで、皆さんぜひご参加ください。で、9月4日18時からなんですけど、そちら過ぎても、1週間以内のご購入であればアーカイブ見ることもできますので、皆様そちらも合わせてよろしくお願いします。詳しくは概要欄の方に記載しておくんで、皆さんぜひチェックしてみてください。では。